こんにちは、G リプトです。本日も仮想通貨、ブロックチェーン界隈のグッドパンダからバッドパンダ、チャートなどまとめて見ていきたいと思います。このチャンネルの動画はコインポスターの提供でお送りしております。コインポスターが主催するアジア最大級のブロックチェーン Web3 カンファレンス WebX が今年も日本で開催されます。開催日は8月28日から29日、東京のザ・プリンスパークタワー東京で開催されます。先日のオードリターンの参戦に続いて、日本から岸田首相やスティーブ・アオキ氏の参戦も決まりまして、また話題になっております。なんとなく雰囲気知りたいという方は、去年の WebX 動画も期間限定で開放してますので、そちらもぜひ見てみてください。で、またこの WebX のチケットに関しては、概要欄のリンクから入っていただくと、通常価格よりも 20% オフで購入できるようになってますので、少しでも興味持った方いらっしゃいましたら、ぜひリンクから飛んでみてください。あと、ここから通常通り界隈の状況を見ていきますと、まず昨日の米国の ETF のフローは、ブラックロックが公開されてませんが、全体でプラス1億ドルの純流入を記録しています。グレースケの GBTC が珍しくプラスを記録してまして、フィデリティの流入も目立ちますね。これで週頭プラススタートとなりそうです。一方、香港の方はプラス 139.9BTC、ドル換算では784万ドル相当になってます。イーサはゼロですね。連日ビビたる流入を記録してます。あと仮想通貨系投資商品の先週の流入額が 4.4 億ドルに回復したのも話題になってますが、今週のプラスになれるのか注目ですね。あと ETF 関連ではブラックロックその他各社がスポットイーサ ETF の S1 フォームを修正したものを申請しています。先日のビットワイズに続いての申請となってまして、今週末から来週と言われている取引開始まで着々と進んでいるようですね。あとソラナ ETF の方ではシーボ BZX が21シェアーズとバーエックのソラナ ETF の90秒フォームを提出しています。先日バーエックの S1 フォーム申請が話題になりましたけども、ソラナの ETF も米国で実現となるのか注目ですね。あとオンチェーンの方ではドイツ政府によるビットコインの大量売却が話題になっています。今までは1日数百 BTC 程度の送金だったんですけども、深夜のトランザクションを見るとですね、1日で 16,300BTC ほど送金されてまして、額としては10億ドルくらいの規模になってます。この時間帯にビットコインも急落してますね。先週末見た時点ではですね、そのドイツ政府のウォレットも4万 BTC ほどあったんですけども、現在2万 7000BTC とかなり減ってます。ただ他のアドレスにも移してますので、まだ持ってそうではありますね。で、取引所から逆に送り返している動きもあってですね、売る価格帯が決まってるんじゃないかみたいな見解もありますけども、わざわざ送り返すことするかなと思うんですけど、このドイツ政府のね、売り圧ファンダがいつ終わるのかにも注目ですね。ビットコインの価格は現在57,100ドルあたりを推移しております。他市場では中国の鉱石銀行破綻の噂から取り付け騒ぎが起こっているのが話題になっています。これまだ噂段階で、実際に破綻してないとか、規模的に地方銀行並みなんで大したことないみたいな意見が出てるんですけども、私個人的には結構大きいファンダだなと思っています。今後の展望に関してはメンバーシップの方に先ほど公開しましたので、まだ見てない方はそちらもぜひ見てみてください。米国債金利は 4.28 を推移しておりまして、ナスダックが 2430、S&P500 が 5580 と、再度 ATH 更新、ダウ平均が 39,344、金ゴールドが 2,360 ドル、日経平均が 41,290 円、ドル円が 161.0 円となっております。個別株の方ではマイニング企業のビットファームズが新 CEO にこれまでマイニング責任者を担当していたベン・ガニオン氏を起用しています。このビットファームズを買収しようとしているライトプラットフォームズがビットファームズの役員を入れ替えるという話が出た直後の動きでまた話題になってますね。買収騒動はまだ収まってませんが、ビットファームズの株価は反発傾向となっています。あとビットコインのデリバティブ市場の方では今週末期限のオプションが58,000ドル以下のプッツに寄っていることから短期では市場は弱気であるという見方がされてますね。先物の方では OI は全体でプラス 1.3%、額としては271億ドル相当、先週末からは減少しています。比率としては全体ではロングが 50.9%、バイナンスミはロングが 69.8% と上襟になっています。今後の指標としては7月10日にニュージーランド中銀政策金利、7月11日に米 CPI、7月12日に米ミシガン大学消費者信頼感指数などが控えております。米株市場は各指数が AT 値更新で盛り上がってますけども、仮想通貨市場は連日の調整ムードからようやく反発するかしないかくらいの動きになってます。マントゴックスとドイツ、米国の売りから結構日にちが経ってますけども、未だ楽観的にはなってない状況ですかね。チャートだけ見たら時間足では7月5日の53,000からそこには切り上げてるようにも見えますけども、
上値も抜けきれてない形になっています。短期では再度58,000の抵抗を超えられるかどうか、下55,000で耐えられるかが焦点になると思います。今後の市場動向に引き続き注目ですね。あとはイーサーですね。ゴーレムのアドレスから多額のイーサが送金されています。ここ4日間で26,000イーサー、8,000万ドル相当の送金となっています。これアドレス一つ挟んでるんですけど、送金先のアドレスを見るとですね、バイナンス、コインベース、ビットフィネックスに送金されてて、しっかり売られてるんですよね。2016年、2017年の相性銘柄の売却が話題になってます。ゴーレムのアドレスを見るとですね、まだ 13.1 万イーサほどありますね。さすがに全部売ることはないでしょうけど、スポットイーサ ETF が一旦の天井と見てるんでしょうかね。イーサの価格は現在3060ドル、BTC 建ては 0.0536 と先週からは上がっております。先物の方では、OI は全体でプラス 5.1%、額としては119億ドル相当、比率としては全体ではロングが 50.9%、バイナンス目はロングが 74.5% と上入りになっています。米国のスポットイーサ ETF 取引開始まで順調に進んでもですね、チャートだけ見たら単独で特別強い印象はまだありませんけども、OI が増加しているのが気になりますね。ドル建て、BTC 建てともにそこあたりで反発してますが、ドル建てでは3200の抵抗が強そうに見えますね。ここを超えたら上泣きしそうですが、オンチェーンの売り圧に耐えられるのか、イーサの今後にも注目ですね。あと、アルト関連では、各アルトのトークンロック解除が迫ってます。ザイが6900万ドル、エプトスが6500万ドル、IMX が3960万ドル、ソラナ、ワールド、アバックスも上位に入ってますね。ソラナの価格は現在139ドル、BTC 建てはプラス 2.8%、時価差が5位ですね。こちらも米国での ETF が期待されてますが、特別強い印象はないですね。スポットイーサ ETF の取引状況が良ければまた違うんでしょうけども、チャートだけ見たら150ドルあたりの抵抗が強そうに見えますが、ここから反転できるのか注目ですね。あとミーム関連ではメッシがインスタのストーリーでミームのウォーターを PR したのが話題になってます。先日はメタリカとか、ハルク・ホーガンがミームの PR した後に投稿削除してですね、乗っ取られたんじゃないかとか噂されてましたけども、これは今でも見れるんで、普通に本物がやってるみたいですね。でウォーターはメッシが投稿した直後に上がってますけども、今はまたしぼんでます。著名人のミーム PR が絶えませんが、徐々に効果が薄れてる感じがしますね。メッシのインスタのフォロワー5億人いますからね。数万とか数百万とかのレベルじゃない。この PR も継続するんでしょうかね。メッシの今後の動向にも注目ですね。今日はこのところですが、何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。よければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。